今回は理想のチャンバー装着パート2としてサイレンサーの位置を調整していくよ。それとサイレンサーの取り付け方法を差し込み式からボルト止めに変更する作業も紹介するよ。前回の動画で理想的なチャンバー装着への道パート1としてチャンバーの成形用ジグやフランジを製作してチャンバーの位置確認をした。それでこのエトス製チャンバーは90年代前半の NSR500 のサイレンサー配置をイメージさせる構成でウプ主の理想じゃない。90年代中盤以降の NSR500 みたいな上下サイレンサーでズレが少ない配置にしたい。とはいえウプ主はヤマハ好きだったりするから本当は YZR500 みたいに上下サイレンサーエンドが揃った配置が理想だったりする。何はともあれ前回の動画で確認できた一番の問題は右側に2本並んだサイレンサーの向きに違和感がある。2つのサイレンサーを比較すると左側チャンバーのサイレンサーは車体軸に平行だけど右側サイレンサーは少し外を向いてる。チャンバーのフレーム固定はラバーマウントで液パイ部分もスプリング止めなんである程度の調整はできるからその調整範囲かもしれない。でも調整のレベルによってはラバーに無理をかけるし液パイ部からの排気や未燃焼ガスの漏れにつながる。だからできるだけ自然な取り付け状態で左右チャンバーのサイレンサーの向きを揃えたいんだ。ということでこんな感じで左側チャンバーに揃える形で右側チャンバーのテールパイプを曲げることにするよ。実際にはテールパイプの根元部分から一旦外側に曲げてパイプの部分で向きを整えるってイメージだね。使う道具はガストーチと1インチパイプのベンダーとへこみ防止用スプリングだよ。曲げる量は少しだからベンダーやスプリングはなくてもなんとかなりそうだけど一応用意してる。作業の方法自体は簡単で曲げたい部分をバーナーで熱してベンダーなり力技なりで曲げるってだけだね。まずテールパイプの根元を外側に向けて曲げる作業でそれらしく曲がった感じだね。次にテールパイプを内側に曲げるけどこっちの方が形を整える上ではシビアな作業だね。力技には変わりないから大胆かつ繊細な作業が必要だ。実際にはチャンバーを曲げてジグで形状を確認するような作業を何度か繰り返してるよ。一応こんな感じで曲げられたけどパイプ形状としてはイメージ通りに成形できたね。2本のサイレンサーの左右の向きも上下の向きも平行具合もそれらしい配置になったかな。次にサイレンサーの前後方向の位相を調整するのとサイレンサー固定方法の変更だね。まず固定用のプレートを製作するけどある程度サイレンサーのサイズを考えておく必要がある。エトス製サイレンサーの外径は 55mm で長さはサイレンサーボディ部分で 280mm ちょい。自作するカーボンサイレンサーもだいたい同じサイズの 56mm 系の 280mm 長さを狙って作ろうと思ってるよ。そうするとサイレンサー固定プレートも 56mm 系で作っておく。この固定プレートの製作はそんな難しいもんじゃなくてドーナツ型の円盤を作って固定用の穴を開けるだけだよ。溶接練習に使ってた 4.5mm 厚の鉄板端材があったからそれを切って作ることにする。最初に鉄板をバンドソーで四角に切り出して角を取って旋盤でチャックできるようにする。
まず旋盤でドリル加工で穴を開けてから、内径切削用バイトで内径を1インチ 25.4mm のパイプが通るように加工する。その上で内径をチャックして外径を 56mm に整えてる。角のある板を丸く加工するけど、バイトに衝撃負荷がかかるんで気を使う作業だね。でも角のある鉄板が円形に加工できるのが旋盤の便利なところだね。普段旋盤ではアルミしか加工してないから、鋼材の加工はちょっと勝手が違うけどなんとかなったね。サイレンサー固定用の穴位置はジャハチャンバーを使った毛書きで位置決めしてるよ。次に右側チャンバーの長さ調整でサイレンサーを合わせて切断長さをマークする。それからマークした位置でテールパイプを切断する。左チャンバーはテールパイプに溶接されたスプリングフックとサイレンサーのストッパをサンダーで切り取る。切り取らなくても問題ないけど、邪魔なものは取り外しておきたいところだね。火花が飛んで派手な作業だけど、極力溶接ビードだけを落として本体のパイプに影響しないよう心がけてるよ。いらないものを外したらペーパータイプのサンダーで表面を慣らしてやる。こんな感じで左チャンバーを仕上げたよ。次にチャンバーにサイレンサー固定用のプレートを溶接する。これは鉄の溶接なんでアーク溶接でも溶接できるけど、ティグ溶接を使ってるよ。ティグ溶接の方が薄板みたいな繊細な溶接には向いてるね。今の時点では仮溶接にしてて、最終的に車体に合わせてから本溶接をするよ。ついでにフレームマウント用のステーも位置決め用にワッシャーを溶接してるよ。花を広げたままだとボルト止めしても振動でずれる可能性があるからね。それとチャンバーを上側に寄せて位置決めすることで左右のチャンバー間のクリアランスを確保することができるんだ。一通りの作業が完了したんでフィッティングを見ていくけど、今回は確認レベルなんでジャハチャンバー用のカーボンサイレンサーを取り付けてるよ。サイレンサーの前後位置の位相はおよそ想定通りになってるよ。どちらかというと YZR500 に近い感じかな。真後ろから見た感じも悪くないね。真上から見ると2つのサイレンサーの向きが一致してるのがわかるね。サイレンサーの配置としてはどの角度から見ても違和感がなく、理想の配置にできた感じだね。今回のフィッティングはジャハチャンバー用のサイレンサーで太くて短いからデザイン上のバランスはいまいちかもしれないね。ヘトスチャンバー用のサイレンサーが細くて長いのは右に2本まとめる上でデザインを考慮したものだと思うね。ヘトス製サイレンサーと近いサイズのサイレンサーを自作するための部材もぼちぼち仕入れてるよ。次回以降の動画でサイレンサーの自作方法を紹介するね。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。